はい、皆さんこんにちは。もうめちゃめちゃ暑いですね。今日は軽トラなんですけど、この軽トラね、ロック、一応集中ドアロック、キーレスエントリーがついてるんですけども、車内にキーロックのロック解除のスイッチがついてないんですね。これなんですよ。このノブを上げ下ろしすると、反対側のドアもね、連動して動くんですけど、ここしかないと、もう、この体勢ですよね。ジジイになるとね、肩痛くてね、この体勢辛いんですよね。で、こっちはこっちで届かないでしょ？こっちは痛いでしょ？なんでスイッチをつけといてくれへんのかなと思ってね。ほんと不便でしょうがない。そのスイッチをつけたいなと思ってるんですよ。空いてるところがね、ここか、それか、ここそれと、ここね。この辺ね。この3箇所ぐらいのどこかつけたいなと思うんですよね。一番、ここがやりやすいのはやりやすいんですけど、ここに入るスイッチがね、なかなか見当たらなくて、あんまりね、不細工なスイッチをつけるのも嫌やしね。で、こうかなと思うんですけど、こっちはこっちでね、ドアと反対側なんで、ちょっとやりにくいな。そうすると、もう最終的に残るのはやっぱりここかなと思ってるんですけどね。この辺にカチカチってね、スイッチがつけれれば一番いいのかなと思うんですけど、とりあえずね、これがスイッチになってるので、この回路にね、割り込まさないといけないんですよね。まあそんなわけでね、スイッチをつけていこうと思うんですけども、ついでにね、走り出したら勝手に閉まるやつね、車速感知してガチャンって閉まる。あれも、せっかくドアロック触るんで、つけたいなと思っております。っていうのはですね、変なやついるじゃないですか。世の中にはね。まあ、煽り運転のやつがいたわけですわ。もう、しつこく追っかけてきてね、信号で止まったら降りてきて、ドア開けようとするわけですよ。危機一髪でね、ロックパーンと閉めたから、良かったものの、空いてたらね、暴行を受けたりしたのかなと思って、ちょっと怖い目にもあったことがあるので、それ以来、車にはだいたいドアロック自動的に閉まるやつつけてるんですね。バスにもつけようかなと思って検討してるんですけど、まあ、せっかくなんでね、つけちゃおうかなと思ってます。その辺をやっていこうと思うんですが、スイッチとその車速で閉まるやつね、両方つけるのにね、買ったセットがあるんですけど、それを調べなきゃいけないことが一つあってね、車速で閉まるユニットにはボタンをつけれるようになってないんですよ。ボタンを割り込ませても問題ないのかどうかっていうのをね、回路を見て調べてからじゃないといけないのかなと思って、まずやっていきましょうか。これが車速感知してドアロックするユニットね。で、これがリレーユニット。車両にドアロックのオンオフのスイッチがついてないタイプのね、ドアノブを引っ張って開閉するタイプ用のリレーボックスっていうのがこれついてるんですね。この間の線にね、スイッチを割り込ませてスイッチもつけたいなということでつけようと思うんですけど、こいつがですね、ロックアンロックの配線、両方に信号が一度に入った場合、どうなるのかっていうのを一度見とかないとですね、このスイッチをつけようかと思ってるんですが、このスイッチはね、ロックアンロック、同時に入ることはないんですけども、もしですね、これのアンロックを押してる時に、こいつがドアロックのロック側をスイッチ自動的に入れたとしますよね。そうすると、このアンロックとこれのロックが同時に入っちゃうことになるので、同時にこのリレーユニットに行った場合にどうなるのか。その辺をですね、見とかないと、もしこのリレーユニットが同時にロックアンロックの信号が入ることを想定してなかった場合にですね、ショートしちゃうんですよね。それだけつける前に確かめておきたいなと思っております。そしたら開けてね、試してみましょうか。普通ね、回路設計者ならそういうことは考えてるのかなとは思いますけどね。リレー4つも入ってるんですね。リレー2つぐらいで構成してるのかなと思ったんですけど。4つ入ってましたね。オレンジと紫がリレーに行ってると。
ちょっと解読しましょう。どうも、アンロック側のリレーが優先になってるみたいなので、両方をスイッチが入った場合、アンロック優先になるような感じですね。ちょっと線折った感じね、試してみましょう。紫とオレンジ。オレンジね。これがロック。こっちがアンロック。して、オレンジ入れたままでアンロック入れると、アンロック側に触れますね。そして、アンロック入れたままで、ロック入れても、ロックは、なんかリレーは動くけど効きませんね。ということで、両方入っても、ちゃんと大丈夫な回路になってました。そしたらね、あとスイッチやね、これね。スイッチの回路がどうなっておるのか見ましょう。通電したら、やります。こっち？こっちね。真ん中がコモンで、こっちが下、反対側があれやね。押したのと反対側が接触すると。こういうことね。そして、これがランプのスイッチなんですけど、12V、抵抗測ってみよう。ここ？ここにもこことここ、こっち側の回路にランプが入ってる。プラス？こういうことね。で、ここにつけとけば、押した方がつくという仕組みになってますね。でもこれ、車のポジションランプがついた時に両方つけときたいので、こことここに両方 12V ランプから持ってきた線をここにつないで、ここアースっていうことですね。で、こっち側の接点を利用して、ここにスイッチに割り込ませるということでございますね。そしたら、さっき、これ開けたカバーね。戻しておきましょう。これってあったかな？皮脂チューブ。これでいけそう？いけそうやね。これ、割り込ませる配線先ここにつけとこうか。紫とオレンジとアースと、んで、この機械をどの辺につけるかですよね。あと、車の配線がどこから取れるのかな。ハイゼットトラックの資料を見つけてきました。これね、ドアロックの配線がここにあるらしいんですよね。こんな回路になってるらしいので、これと同じように割り込ませないといけないんでね。こことここですよね。別のコネクターかよ。そんなことになってるんですね。コンソールボックスのここにあるらしいので、この機械はコンソールボックスの近くにつけるんで、スイッチの線、だいぶ長く取っとかないとダメですね。そしたらスイッチ用の配線作っていきます。配線はリレーユニットにハンダ付けしときます。全部まとめて、飲酒ロック。ちょっとでかい。これしかないね。そしたら皮脂チューブに入れてヒートガンで炙ります。そしたら元通り。配線でいらんやつね。これは、つけといて、でもこれあれか。電源分けなあかんよな。こっちは ACC で、こっちは常時電源がいるもんな。分けたらなあかんのか。リレーユニットの電源が今、ACC にで一緒に取るようになったんですけど、ドアロックスイッチは ACC 切っとう時でも動かんと困るんで、スイッチをした時にね。というわけで電源を分けます。こっちの電源はね、イグニッションか ACC、キー回した時だけ入るやつね。こっちは電源普通のね。これもフューズ欲しいとこやな。ありました。
これが、こっち10アンペアになっとるけど、これは入れ替えよう。こっちは、そんな電力食わないので、3アンペア。で、こっち10アンペアにしよう。こっちの電源線にフューズボックスハンダ付けします。電源ね、分けました。リレーボックスの方は、常時電源をつなぐので、はい、こっちね。本体、このね、車速間のドアロック装置ね。こっちの方は、ACC か、イグニッションの電源でいけるので、こっち、つなぎました。ドアロックの線に割り込むのと電源の5本ね。スイッチに行く3本。これが、電源とアースと、車速が白と、あとが何がいる？再ロック条件1がこっちリレーの方入っとるから、2はいらない。緑、シートベルト、これもいらない。強制アンロック、青色と黄色いらない。一応、テープ巻いときましょう。はい、これで準備 OK かな。ここの辺りを、どっか近くからね、イルミの電源取りたいんで、裏木星。スイッチ配線に平木星をつけます。これをイルミネーションのプラスにつないで、で、アースをこことここを渡ってつければ OK かな。フューズボックスのとこに開けます。上に2つ、ちょっと離れたとこに2個。で、この下に、ここにある？テスターで当たってみるか。電圧レンジにして、まずはアース。上の端っこの茶色。これか。はい。これで、全く反応なし。これもう一個が、これの黄色。ここに黄色なんかあるか？なんかちゃうな。ドアロックの線、調べてたやつがね、やっぱり古くてね、これと全然違いますね。どれなんでしょうね。ちょっとドアの方開けて当たってみるか。この線とこっちのコネクタを当たろうと思ってですね、このコネクタを外そうと思ってるんですけど、このコネクタ抜けない。もう抜き方がわかんないんで線切りましょう。この灰色と黒がどうも閉まってるとかオープンとかのアンサーの線らしいので、おそらくこれ 5V。これがアンサー？こんな感じですわ。茶色がオープンで 5V。緑がクローズで 5V。で、白がアース。全部外れでした。ということは、この黒とグレーやね。グレーからロック。これロックの線やね。黒がアンロック。この線をこっちで探しましょう。白と黒やね。あと車速やね。車速の線も上げときましょうか。車速はどこ？この辺に。こっち。線出てきました。車速はね、コンポの裏ね、この余ってるコネクターのこっちの端っこの緑だそうです。24ピンのコネクターね。カーナビの後ろのね。車速取ったんで、上はもう閉めときましょうね。そしたら、ロックのコネクターね。この黒と白ね。これですわ。ロックは OK かな？いけるね。ロックね。これね。音してますね。OK、戻りましたね。そしたら、ギボシつけました。で、こっちが ACC で、こっちが、これね。
常時電源。これであれリレー動いたのにロック閉まれへん。ん今度は何にも反応しなくなっちゃいました。マジか。リレーユニットのヒューズが飛んでいました。そしてね、原因を調べてみたらですね、このコネクターのアクチュエーターと同通があった線を切って割り込ませたんですけども、同通があったんでね、この線だと思ったんですけど、この線が違っていたようですね。そしてね、このたくさんある線の中からアクチュエーターの線だけを探し出すのはなかなか至難の技なんですが、まずね、一つずつコネクターを抜いてみました。そうするとですね、先ほどの青いコネクターの他にもう一つ、抜いたらドアロックが動かなくなるコネクターがありました。そしてね、テスターで電圧を当たってみたところ、アクチュエーターが動く時の電圧がね、しっかり確認されました。このコネクターにはね、左右のドア、別々に配線が来てましたね。これが間違いない線のようです。こっちロック、アンロック、ロック、アンロック。見つけました。ここのね、この一番ヒューズに近いところのね、下っ側ね、これの黒いコネクタ、これの緑、茶色、白黒ってあるんですけど、この緑と茶色が助手席側、白と黒が運転席側のアクチュエーターの動かす線ですね。黒がプラス時にアンロックで、白の時にロック動作となりました。もう散々探してやっと見つけました。だからこれを、ここを切って割り込ませればいけるんだと思います。そしたらその黒と白の配線を切って割り込み配線を接続していきましょう。チューブ入れるの忘れとったー。もうチューブ入れ忘れたとこテープで行くしかないな。はい、そしたら配線の方はね、正しいコネクターの方から取り直しました。これでね、大丈夫だと思います。でね、気づいたんですよ。このまま取り付けると、リレーユニットだけがもう外せなくなっちゃうので、一応ギボシで全部接続するようにしてね。でも、工具なしでね、取り外せれるようにしました。そしたらスイッチの方も配線しちゃいましょう。よいしょ。そしたらスイッチね。ここがイルミナプラス。ロックがこっち。で、アンロック。そしてアース。で、これイルミのアースに渡ると。で、これイルミネーションの線ね。イルミネーションが、どこやろアース。隣のスイッチのね、イルミネーションの線をテスターで当たっていきます。
んで、イルミネーションを、これで、これか。これやね。これね、イルミネーションつけたら、ここに 12V が来る。この紫ね。ここから渡ってね、イルミネーションの電源もらうことにします。はい、そしたらテープ巻いときます。こんな感じでね、ここに穴開けてつけたいと思います。リレーユニット接続します。今まず、この入力、今、線切ってね、繋いだとこね。ここ、とりあえず渡ったら、リレーが動くんで、そこから試していきましょうかね。赤白、赤黒。これで、今、リレーの中を配線通って、動くんで、赤黒がロックやろ？赤黒がロック。これが逆に繋いだ？ロック。アンロック。これでちゃんと出たな。これ逆に繋いだかな？まあええわ。逆にさせばええだけやから。どこや？これか。これがつながった。ロック、アンロック、ロック、アンロック。ちゃんと動いたね。OK ですね。これちょっとまだここ穴開けてないんでね、後でします。そしたらこれアンサーバック茶色つなぎます。そしてこれで全部あとアースはどこに？アース余りか。これ予備やね。加速ユニット取ってきました。これね、やっぱ間外せるようにしといた方が楽でいいっすね。点検できるもんね。で、車速ユニット取り付けました。そしたらね、車速でちゃんとロックができるの。これね、これ車速ユニットね。車速のランプがついてる。
閉まるということ。閉まりましたね。スイッチね、ぶら下げたままっていうわけにもいかないので、とりあえずね、ちょっと穴開けるのに一旦外しました。加工していきたいと思います。38mm の 21mm ぐらいなんで、まず穴開けるところを描きます。そしたら切っていきましょう。マルチツールでカットしていきます。はい、パドッコはね、手のこでいきます。似てそうやね。エアーでね、切りくずや削った粉飛ばしてきました。はい、こんな感じでね。これで車の方取り付けに行きます。はい、そしたらこれね、配線止めていきましょう。上がアンロック。で、下がロック。んで、アース。からイルミネーションのアースあたり。それからイルミネーションね。はい。これで OK かな。で、ロック。アンロック。はい。ここでできますね。よかった。完了でございます。ちなみにね、夜間ポジションランプがついてるときはこんな感じになりました。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。